イギリスの模型メーカーヤフィックスより72分の1でハビランドモスキートを筆塗りで作ります。母国イギリスではジルテンワンダー、木製なのにすごくて草の意味を持つこの時代の戦闘機としては非常に珍しい全身ほとんど木でできた戦闘機です。はい、仮組完成。新開発した機体に名付けするときにモスキートかなんて弱そうな害虫の名前つけることある？さすがの英国さんでもセンスぶっ飛びすぎやろ。あれか、この世で最も人をコロコロしてるのは虎でもライオンでもなく蚊で素敵なバイブスかと思って調べたら、この木製の平たくつるんとした形状はレーダーに捕捉されにくいステルス効果が高く、どこからともなく現れ、やることやったら去っていくからモスキート蚊と名付けられたんだそうです。理由を知ったらすごく納得いって、さすが英国産センスよってなりました。今回はそんな英国が誇る木製総発の名機モスキートを前回ショートで作ったウェリントンと同じく72分の1筆塗り冷酷機コレクションに加えたいと思います。不要そうに思える仮組みという作業もやっぱりあると各部の構造がしっかり把握できて、どこをどこまで塗ればいいかとか、ここ何色やねんっていうのを調べるのに役立ちますね。よし、だいぶ把握できました。では作業を進めていきましょう。細く切ったマスキングテープをネットで拾った実物の写真を見ながらそれっぽく並べます。ここはベルトで、これはバックルで、この辺りに長さ調整の金具があってってイメージしながら並べます。シートベルトの表現がないときはこの手に限ります。コックピット内は緑っぽい明灰白色と白を混ぜて作りました。イギリス機の機内は白を混ぜましたって感じの薄いグリーンです。2、3回塗ればきれいに発色してくれる塗りやすい色です。シートや布っぽいところはグレーグリーン。ケーキ類はガンプラ用のハントムグレーです。ブラックで色指定が入っている部分は純粋なブラックであることはなく、大体は濃いグレーである今日なので、黒いところは大体この色かタイヤブラックで塗ります。どんだけ細かくても塗り分けます。このちょびっと色が入っているだけでできた時にそれっぽく見えます。次はシート、細かいですが頑張って塗り分けます。まずは機内の色で塗ってからクッション部分にグレーグリーン、ベルトをライトブラウン、革の部分はレッドブラウン、金具の部分はシルバー。後でブラックでウォッシュしますので、ここでは多少はみ出してても構いません。シートの前にあるケーキ板、機内のグリーンを塗ったらケーキ板はグレー、足元のペダルはシルバー、パネルのデカールを貼ったら、もうちょっと情報量を増やしたいのでハイライトを入れていきます。とりあえずこんなもんですかね。他の部分にもさらに細かく色を足していきましょうか。例えばボタンの部分にほんの少しの赤が入っているだけでぐっと引き締まりますね。他には角になっている部分や凸になっている部分に少し明るくした色を入れてディティールを強調させます。実際はこんな風に色が違うわけではありませんが、光の反射で明るくなっているように見えたり、
塗装が汗で剥がれてるような退色表現に見えたりします。今まで塗ったすべての部分にこの作業をしていきます。以前まではこの作業はドライブラシでやっていましたが、制作の参考に昔買った本でモデルアートという雑誌の会社が出しているエアクラフトスケールモデリング FA 級という3部構成になっているハウツー本があって、自分の模型制作のバイブルになっているんですが、前回のウェリントンの制作で久々に飛行機を作るから読み返してみたらこの方法が載っていて、とってもいい雰囲気が表現できていたので我流も混ぜて再現してみています。ザザザとリッキにドライブラシをかけるのも手軽にいい雰囲気が出ますが、私はこっちの雰囲気の方が好きです。ガンプラやフィギュアの塗装で全体をイラストに見えるように立体物を塗るアニメ塗りってのが流行っていますが、あの雰囲気に近いですね。個人的に全部をアニメ塗りするのは好きではないですが、細部のちょっとした部分を塗るのにドライブラシの絵画的なリアリティは少しくどく感じていたので、ポップで可愛い印象になって少し手間はかかりますが、こっちの方が好みです。さて、まだもう少しウェザリングで色を重ねますが、一旦コックピット周りの塗装はこんなもんで次の作業に進みます。左右のエンジンの下にあるタイヤが収まるエリアはランディングギアボックス。ここも先に塗っておかねばなりません。機内と同様に薄緑を塗っておきます。爆弾室の扉の裏やランディングギアボックスの扉の裏も先に薄緑にしておきます。そしたらコックピットの時と同様にハイライトを入れていきます。モスキートはボディのつるんとした形状に対してこの足回りのごちゃごちゃ感がすごくかっこいいですね。入り組んだ形状ですが全部シルバーですので、こねくり回しながら色をのせていきます。にしても塗りにくいな。経験的にこういう複雑な形状をしたパーツを塗ってから接着すると、塗料のせいでうまく接着できなくて組み立てる時に崩壊しやすいです。こういう細いパーツの接着であれば、特に塗る前に接着してしまった方が格段に強度が高いです。塗りにくいのは承知でこうしましたが、本当に塗りにくいですね。塗料盛りすぎでモコモコしてる気もするけど、この辺で OK としときましょうかね。あとはタイヤ塗って。プロペラ塗って。塗りやすい。事前に塗っておきたい部分は一通り塗れましたね。最後にこれまで塗った部分に影と新品ではない使用感のような汚しを表現したいので、一気にウォッシュしていきましょう。ケーキ板やシートのような汚れというより陰影をしっかり入れたい部分には黒の塗料、機内の床やサイドパネルといった部分には影というより使用感のような汚れを入れたいのでブラウンの塗料を塗りたくっていきます。ガンプラの墨入れのように塗料を流し込むのではなく、べちゃべちゃと文字通り塗りたくります。タイヤは砂汚れを表現したいのでサンディーブラウンですね。乾いたら余分な塗料を専用溶剤で拭っていきましょう。さっぴさびのボロボロにはしたくないので、塗った塗料をごくごく薄く残したいわけですが、
ペーパータオルや綿棒より筆でやるのが絶妙に塗料を残しやすくて好みです。プラモデル作りを本格的に始めた当初に買ってドライブラシ用として酷使しまくってボサボサのこの筆が非常にいい仕事をしてくれます。どの筆でやるよりいい雰囲気になります。してのしてと聞こえてきそうなボサボサ具合ですが、まだまだ役に立ってもらいます。さて一通り拭えた塗装完了。艶消しクリアを吹いて仕上げましょう。塗装には色をのせるという役割の他に質感をコントロールするという役割もあります。同じ色でも艶消しと光沢では見た目が変わりますから、ケーキ板のメーターに光沢クリアをのせてガラスに見えるように仕上げます。事前に塗っておきたい部分は全部塗れましたので組んでいきましょうかね。ランディングギアの時と同じで接着してから塗装した方が高い強度を保てますので、こんなもん接着したら塗装中に絶対引っかかってぶっ壊すに決まっておろうって部分以外極力全て接着してしまいます。成形の都合かエンジン下の吸気口が塞がっていますので、ドリルで穴を開けておきましょう。よし、骨ボディ塗りますかと行きたいところですが、まだやることがあります。ボディの塗装に入る前に下処理をしていきます。とりあえず合わせ目消しをしないといけませんので、各部にヤスリをかけていきましょう。400番、600番、800番ぐらいまでかけましょうかね。ヤスリかけで消えた溝を掘り直します。っていうか、ヤスリ関係なく全ての溝を掘り直します。掘り直しながら、以前の制作でもこの作業はやってたけど合わせ目消えてなかったんよなと、合わせ目消し失敗おじさんのお面を着たままなのを思い出します。合わせ目も消せない情けない男のままでは困りますので、さらにここから縦埋めしてやることにします。ヤスリもかけ直します。こんだけやったらいいべってことで一旦納得して、もう一回ディティールも彫り直してリベットも打ち直します。筆塗りはどう頑張っても塗膜が厚くなりますので、キットのままの溝の深さだと塗料で埋まってしまいます。リベット穴なんかもう 100% 埋まってなくなります。スーパーミラクル面倒ですが必要な作業ですので頑張って彫り直します。彫り直しが済めば下処理完了ですので塗装に入れるわけですが、ここでふと本当にさっき埋めたパテで合わせ目は消えたのかという疑念が頭をよぎります。この解決方法は簡単です。サフを吹けば一瞬で合わせ目が消えてるかどうか確認することができます。ですが先ほど言った通り筆塗りはどう頑張っても塗膜が厚くなりますので、たとえ1マイクロメートルであったとしても塗膜が厚くなる行為は避けたいのです。めんどいし、そんなことするぐらいなら合わせ目消し失敗おじさんで構えんし、めんどいしと悶々としてたところ、ふと昔買って使ってない彼のことを思い出しました。瓶のサフです。
こいつを合わせ目のところにだけ薄く筆塗りしてやれば確認できるのではないか？ということでやってみます。消えてへんやんけ。ということでね、ならあの時持ったパテはどこ行ったんやって話ですよ。まあサフは言ってしまえば歴上のパテですから、このまま消えてない部分をもう一度ヤスリかけして鳴らしましょう。これで消えてなかったらもう私は合わせ目消し失敗おじさんでいいですわ。確認は本当に大切ですね。今回の制作で使った塗料です。複雑な機体ではありませんが、結構いろんな色を使いました。さて、下処理も済みましたので、ボディを塗っていきましょうか。今回はこの裏面がブラックのカラーにしたいと思います。三面図では隠れて見えない部分もしっかりフォローしてある良い指示ですね。和面と裏側の境目がこんな上の方で切り替わってるんですね。黒い面積がすごい多いですね。じゃあこの明細パターンを機体に書き写してと、これを当たりにして塗っていきます。水色の部分はアクリジョンの略ラフトグレー。まずは1回目。明細を塗るときは色を重ねますので、隠蔽力の低い明るい色から塗っていきます。2回目。3回目。4回目。最後に気になる部分をちょっと5回目。あたりで描いた線も見えなくなって綺麗に発色できましたね。グリーンの部分はオリーブドラブで、前回作ったウェリントン爆撃機の明細はマスキングして塗り分けたんですが、かなり気になる塗料の段差ができてしまったので、今回はもうフリーハンドで塗り分けます。1回目。2回目。3回目。4回目。5回目。濃い色なのにムラがなかなか消えませんね。この辺でよしとしましょうか。で、裏面を塗るわけですが、表と裏の境目は直線でビチッと分かれてますので、ここだけはマスキングします。この尾翼の部分の境目が丸くなってるのも、糊でギュッと曲げて貼ったら超うまく紛れたのでにっこりです。あとは塗料がはみ出したらムカつく部分を片っ端からマスクできたら、裏面のブラックはファントムグレーとブラックを11で混ぜた色を塗りました。
これも指定色はブラックですが、ブラックそのまま塗ったラシヌ強の戒律により調色して作りました。この裏目を塗るのが厄介でして、普段であればどこかしらに持ち手をつけることができて、そこを持って順番に1回ずつ塗っていくんですが、機体があまりにもつるんとしすぎていて、どうしてもしっかり持つことができないし、機体の先端にガラス窓があったり、プロペラを刺す穴なんかもプロペラが回る機構があったりで、どうやっても持ち手すらつけれる隙がなくて、そんなところでステルス効果発動せんでええねんと思いつつ、どうしようもないので一番しっかり持てる主翼を持って、一旦右側を何回か塗ったら乾かして、さっきまで持ってた左側部分を塗ってってしてたら、撮影データがぐっちゃぐちゃになって、もうめんどくさくなったので、こんな感じに裏目を塗りました。3回ぐらい塗ったら綺麗になりました。素直な色はいい色です。迷彩部分も段差はできませんでしたし、マスキングした裏と表の切り替え部分の段差も気にならない程度ですね。綺麗に塗れたんじゃないでしょうか。マスキング作業が下手だからではあるんですが、なかなか 100% 塗り分けるってのは難しいですね。はみ出してもなえずにクソがって切れながら落ち着いてリタッチしましょうね。レタッチができたらデカールを貼ります。72分の1スケールにしては細かいデカールがたくさんありましたが、大きなミスもなくサクッと1時間半ほどで貼り終わりました。塗装もデカールも済んだら、次はウェザリングです。裏はファントムグレーとブラックを混ぜましたので、塗装はげには白を混ぜた少し薄い色を使います。この機体はほとんど木でできているわけですが、エンジンや足回りは金属の部分もあります。木の部分はあまり塗装はげができるような構造ではないので、金属の部分に少しだけ塗装はげを作っていきます。その後少しだけシルバーで塗装はげを追加します。スポンジも使ってプロペラなんかの細かい塗装はげを作ります。プロペラは回転方向に塗装はげができます。突起した部分に少しトントンします。次はウォッシュを入れます。まずはエナメルのウェザリング塗料、ミスターウェザリングカラー。実はボディの迷彩の色を何色にするかをかなり適当に選びまして、思ってたよりグレーが明るくてグリーンが濃くなってしまいました。なのでこのウォッシュの作業でフィルタリングするために、グリーンの部分には明るいサンドカラーを、グレーの部分には暗いブラウンをと塗り分けます。で、乾いたら溶剤をつけたペーパータオルで進行方法に少し筋が残るぐらい、少し塗料が残って若干塗った色のフィルターがかかるぐらいの軽い力で塗っていきます。そしたら次は水性のウェザリング塗料のブラックをかなりシャバシャバに希釈して再度ウォッシュします。このブラックは裏面にも塗ります。
裏は黒なんであまりごちゃごちゃ色をのせてもわからないので簡単に済ませました。ほんのわずかな違いですが、塗っただけの状態よりも色のギャップが抑えられて少しの汚れを表現できました。最後にみんな大好きウェザリングマスターで排気口のすす汚れをちょっと追加してみたけど黒くてわからんから諦めました。さてと、塗装の工程はこれで全て完了ですね。では塗装もほぼ完了しましたので最後の仕上げをして完成といたしましょう。その前に一旦爆弾室とランディングギアボックスの扉を接着してしまってクリアを吹いてここまでの塗膜を保護しましょう。この機体はどの写真を見てもマットな質感なのでクリアも艶消しにしておきます。コートを塗りましてキャノピーのマスキングを剥がしまして尾翼のこれなんだポチを取り付けて爆弾取り付けてランディングギア取り付けて機体先端の窓を取り付けてプロペラを取り付けましたらイギリスの模型メーカーヤギックスより72分の1デハビランドモスキート完成しました。英国機はやっぱヤギックスよ。美しいプロポーション、フィット感良しの組みやすさ、素晴らしいキットでございました。前回ショートで作ったウェリントンから72分の1英国機2連発でしばらく飛行機を作ってませんでしたがだいぶリハビリできましたね。実は別のキットを配信で作る予定でしたが紆余曲折を経て配信もできず制作もミスってボツになるという事故もあって時間が空いてしまいました。まあボツの事故はちょこちょこ起こるので仕方ないんですが今回は完成できてよかったです。こいつが前回作ったウェリントン爆撃機通称ウィンピー。こっちはかなり昔に作ったスピットファイアです。この頃はウェザリングしないと死ぬ病気だったので今見るとうるさいですね。これはこれで未熟で可愛いです。彼らと並べて72分の1英国機筆乗りコレクション3機目です。並べるとすごく良いですね。他にも作りたい英国機がいっぱいありますので折を見て増やしていきましょうかね。前回の筆塗り ZX-WR からかなり時間が空いてしまいましたが久々に長い動画も更新できました。ショートで好評だったので声もおじいさんボイスに変えてみましたがいかがでしたかね。まだまだ積んであるキットもたくさんあるし頑張って筆のり模型動画作りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけますと家族に言い訳できるのでとても助かります。ほな、またね。